新薬の開発ってものすごく大変な分野ですよね。でも今、たった一つのシンプルなプログラミングツールがそこに革命をもたらそうとしてるんです。今回はその最前線を一緒に見ていきたいと思います。まずはこちらから。医療分野の研究者の方なら、もう、うんうんってうなずいちゃうんじゃないでしょうか。膨大なデータの中からたった一つの最適な化合物を見つけ出す。これって本当に情報の海で一本の針を探すような途方もない作業なんですよね。でも、もしですよ、その途方もない作業がたった数行のコードでガラッと変わるとしたら、どうでしょう。そうなんです。今この長年の課題にものすごくパワフルな解決策が登場してるんですよ。その解決策の主役となるのがこの2つです。パブケムとパブケムパイ。一体これ何なんでしょうか？これがすごくわかりやすい例えなんですけど、パブケムっていうのが、何百万もの化合物データが詰まったとてつもなく広大な科学情報の海みたいなものだと考えてください。で、パブケムパイは何かというと、その広大な海から自分が欲しいデータだけをピンポイントで釣り上げるためのデジタルの釣り竿。まさにそんなイメージなんです。しかも、このテクノロジーの本当にすごいところは、その手軽さなんですよね。何か特別なすごいサーバーが必要とか、そういう話じゃないんです。あなたが普段使っているそのノートパソコンからすぐに動かせる。つまり、世界中の科学データに自分の机からアクセスできちゃうわけです。これなら、なんだか自分にもできそうな気がしてきませんか？さて、ここからがこの話の核心に迫っていきますよ。そもそも、コンピューターってあの複雑な科学の構造式をどうやって理解してるんでしょうか？その謎を解く鍵、これが非常に重要なんです。その鍵というのが、これです。SMILS、スマイルスと読みます。一体何かというと、化学構造をコンピューターが読めるように、たった一項のテキスト、文字列に置き換えるっていう画期的な方法なんですね。例えば、見てください。これはおなじみのアスピリンの構造式ですよね。結構複雑な形をしています。でも、これをスマイルズで書くと、なんとこんなにシンプルな文字と記号の列になっちゃうんです。これならコンピューターも簡単に扱えますよね。これがスマイルズのすごいところなんです。つまり、この SMILS っていうのは、人間と AI が科学について話すためのいわば共通言語みたいなものなんです。AI を使って薬を作る AI 創薬の世界ではもう本当にこれが基本中の基本、土台になる技術というわけですね。じゃあ、理屈は分かったと。実際にこのツールってどうやって使うのって気になりますよね。ここからは具体的な使い方をステップバイステップで見ていきましょう。見てください。プロセスは本当にびっくりするくらいシンプルです。まず、一行コマンドを打ち込んでツールをインストール。次に、プログラムにアスピリンのデータが欲しいよって伝える。そして最後に、分子量とか水への溶けやすさとか、知りたいデータを指定するだけ。これなら、プログラミングに詳しくなくてもなんだかできそうじゃないですか？そうすると、ほら、これです。あっという間に正式名称や分子量といった正確なデータがバシッと出てくるわけです。考えてみてください。今までだったらこれを一つ一つ調べてコピーして貼り付けてって何時間もかかっていた作業がほんの数行で終わる。これはもう革命的ですよね。しかもすごいのはここからです。この作業一つだけじゃなくて何百いや何千っていう化合物を一気にまとめて分析できるんです。そしてその結果をパッとグラフにして見比べることもできる。つまりデータを集めてからなるほどこういうことかって気づきを得るまでの時間がもう劇的に短くなるわけです。さて、ここまではデータの取り方でしたけど、ここからはさらに話が面白くなりますよ。AI の予測能力。これを使ったもっと高度な応用例を見ていきましょう。集めたデータを活用して行うのが、このバーチャルスクリーニングです。これは何かというと、実際に実験室で試す前に、まずコンピューターの世界でシミュレーションしちゃうんですね。それで何千、何万という薬の候補の中から有望そうなものだけをふるいにかける。非常に効率的なやり方です。それだけじゃありません。AI は
薬が人の体の中に入った後、どういう振る舞いをするのか、その運命みたいなものまで予測できちゃうんです。その予測の鍵を握るのが、アドメットと呼ばれる指標です。これは薬の体内での動きを示す5つの頭文字なんですね。体にどうやって吸収されて、全身にどう分布して、どう代謝されて、最後にどう排泄されるのか。そして忘れてはいけないのが毒性がないか。この5つが薬として成功するかどうかのすごく重要なポイントになるんです。AI モデルはこのアドメットの特性をかなり高い精度で予測することができます。これが何を意味するかというと、莫大な費用がかかる臨床試験に進む前に、この薬は途中で失敗しそうでなっていう候補をあらかじめ弾くことができるんです。時間もお金も人的なリソースもものすごい節約になりますよね。ここまで AI の凄さは見てきましたけど、じゃあ人間の専門家はもういらなくなっちゃうんでしょうか？いえいえ、そんなことはありません。最後に、この新しい時代における研究者の役割について考えてみたいと思います。この言葉が全てを表していると思います。AI は強力な助手だが、その舵を取るのは常に人間である。そう、AI はあくまでアシスタント。どっちの方向に進むかを決める船長はいつだって人間なんです。これは研究者とテクノロジーの新しいパートナーシップの始まりなんですよね。だから、専門家の役割がなくなるわけじゃない。むしろ進化するんです。AI が出してきた結果が本当に正しいのかを判断する目利きとしての役割。そして AI の分析結果から次に進むべき道を示すエキスパートガイドとしての役割。専門知識がますます重要になるんですね。もしかしたら次の画期的な薬はもう実験室の試験管の中じゃなくてコンピューターに書かれる一行のコードの中から生まれるのかもしれません。さて、あなたはそのコードを書いてみる準備できていますか？